札幌の東の玄関口、厚別区。皆さんどんなイメージをお持ちですかね。やっぱりベッドタウンっていう言葉がまず思い浮かぶかもしれません。でもですね、実は今、この街が単なる住宅地から医療、教育、商業が融合する未来型の副都心へと劇的な変貌を遂げようとしてるんですよ。今回のこの解説では、その壮大な都市再生の全貌を歴史の深いところから最新プロジェクトの細部までスライドと一緒にじっくり解き明かしていきます。札幌のベッドタウン、長年厚別区について回ったこのイメージですけど、もう古いんでしょうか。答えははっきり言ってイエスですね。今まさにこの区では古くなってきたインフラをむしろチャンスと捉えて、未来の社会を見据えた全く新しい都市モデルが生まれようとしています。単に住むだけの街から学び、働き、そして癒される街へ、その変化の最前線に一緒に迫っていきましょう。はい、というわけで今回の解説ではこの6つの章で進めていきたいと思います。まず、厚別区がなぜ今再定義されようとしているのか、そしてその土地の記憶ともいえる地名の歴史を掘り下げていきます。で、今回の目玉は何といっても第3章、巨大プロジェクト新札幌大変革ですね。そしてその未来と対比するように開拓時代の記憶にも触れていきます。さらに学びと憩いの拠点としての顔も紹介して、最後にこれら全てが織りなす厚別の未来像を大胆に予測していきたいと思います。では早速第1章、副都心の再定義です。厚別区って地図を見るとわかるんですけど、 JR 函館本線と千都線、それに道陽道が交わるまさに札幌の東の交通のハブなんですよね。江別や北広島といった今まさに成長している都市と札幌の中心部をつなぐ、この戦略的にめちゃくちゃ重要な場所がなぜ今、そしてどんな風に生まれ変わろうとしているのか、まずはその背景から見ていきましょう。じゃあその課題の中心は何かというと、やっぱり高度経済成長期1970年代に作られた都市インフラが古くなってきたっていうことなんです。でもここが面白いところで、厚別区はこれをただ直すだけの機会とは考えませんでした。少子高齢化、そして地域の医療に対する高まるニーズといった社会の変化を正面から見据えて、古い商業施設を医療、教育、商業が一体になった複合機能都市へと作り変えるっていう未来への投資を選んだわけですね。さて、じゃあ次はですね、この地域の歴史的な部分にぐっと深く入っていきましょうか。すべてはこの厚別っていう地名、この意味を解き明かすところから始まります。北海道の地名って本当にその土地が持っている記憶のアーカイブみたいなものですよね。厚別ももちろんその例に漏れず、先住民であるアイヌの言葉が元になっています。ただ面白いことに、その解釈は一つじゃないんですよ。複数の説があること自体が、この土地がいかに豊かな自然を持っていて、人々の営みの歴史があったかを物語っているんです。ここで特に注目したいのがこの2つの有力な説なんです。一つはハシペツ説。これはこの辺りが豊かな森で、特に服の材料になる樹皮を取るような暮らしに密着した場所だったことを示しています。一方でアプペツ説は厚別川が重要な漁場、つまり釣りのポイントだった可能性を物語っています。どちらの説をとっても、かつての自然環境とアイヌの人々の生活が色濃く浮かび上がってきますよね。で、この歴史的なアイデンティティはちゃんと現代にも受け継がれてるんですね。1989年に白石区から分岐した時に制定されたシンボルカラーを見てみましょう。ほら、この緑はハシペツの豊かな森、青はアプペツの清らかな川や空を思わせますよね。そして黄色はこれから作っていく都市の活気、過去の自然へのリスペクトと未来への希望がこの3色にギュッと込められているわけです。さあ、ここからが今回の分析のハイライトと言ってもいいでしょう。厚別区の未来を形作る超巨大な再開発プロジェクト、丸く新札幌、これにぐっと迫っていきます。このプロジェクトのすごいところは、ただビルを建て替えるって話じゃないことなんですよ。ここに示されている3本の柱、高度医療、教育、人材、そして商業、ライフスタイル、これらがお互いに連携し合う、いわば一つの生態系みたいなものを作り出すことを目指してるんです。これはもうただ物を売る場所を作るっていう20世紀型の商業主導の開発とは完全に決別するっていう宣言ですよね。じゃあこれのどこがそんなに先進的なのか。それはですね、街の中心に置いたのが物を売るっていう消費じゃなくて、医療とか教育っていう人への投資だったからなんですね。
人がたくさんいるからお店を作るんじゃなくて、質の高い医療と教育があるからこそ人が集まってきて街が持続的に成長していく。これはまさに人口が減っていくこれからの社会における都市開発の考え方を根本から変えるような戦略、パラダイムシフトと言っても過言じゃないでしょう。ここで一つ、ものすごく専門的ですけど、だからこそ重要な数字をご紹介します。800ppm。これなんだかわかりますか？実はこれ、新しくできた札幌学院大学のキャンパスで換気システムが保つ二酸化炭素の濃度なんです。国の推奨が 1000ppm ですから、それよりはるかに厳しい基準ですよね。これはもうパンデミックを経験した後の公衆衛生に対する大学の強い意志の表れですし、これからの教育施設の新しいスタンダードになるかもしれない注目すべきポイントです。そしてプロジェクトの商業名を担うのがこのビビ新札幌です。テナントの構成を見てみると、これがまた非常に戦略的で面白いんですよ。まずコープ札幌で日常の買い物のニーズをがっちり掴んで、その一方でロフトで若い人たちやトレンドに敏感な層を呼び込む。さらに大型リユース店のバンダイで滞在時間をぐっと伸ばして、北海道初出店のカフェリポーサティで SNS での話題作りも狙う。日常と非日常、地元の人と遠くから来る人、その両方を巧みに取り込む設計になっているのがわかります。そしてこの施設の目玉、一番の特徴といえるのがビビパークと呼ばれる屋内公園の存在です。やっぱり雪深い札幌の気候を考えると、天気に左右されずに人が集まれる場所ってすごく大事ですよね。これは単なる吹き抜けの空間じゃなくて、地域コミュニティを育むためのまさに第3の場所、サードプレイスとしての役割をしっかり果たしているわけです。さて、ここまで超近代的な再開発の話をしてきましたが、ここからはガラッと雰囲気を変えて、この地域が持つ北海道の歴史との深いつながりを見ていきたいと思います。舞台は北海道開拓の村です。まず驚くのはその広さですよね。54.2 ヘクタール。これちょっとピンとこないかもしれませんが、東京ドームおよそ 11.5 個分です。とんでもない広さですよね。この広大な敷地に失われつつあった明治から昭和初期にかけての歴史的な建物が52棟も移築復元されていて、北海道100年の開拓の歴史が一つの生きた博物館として丸ごと保存されているんです。この博物館、大きく4つのエリアに分かれてるんですね。例えば市街地群には昔の札幌駅があったりして、近代都市がどうやってできていったかが分かります。で、漁村群に行くと、ニシン漁で大儲けした網元の豪華な家があったりして、当時の経済力に圧倒されます。農村群には厳しい環境と戦った富田兵の家が残っていますし、山村群は森林資源が北海道の発展を支えた歴史を伝えてくれます。これ単に建物を並べてるんじゃなくて、北海道の社会経済の歴史を立体的に体験できるものすごく貴重なアーカイブなんですよ。厚別区の魅力はもちろん歴史だけじゃありません。現代的な学び、そしてレクリエーションの拠点としての一面も見ていきましょう。新札幌エリアって知識好奇心をくすぐる場所もほっと一息つける場所も揃ってるんですね。2024年にリニューアルしたばかりの青少年科学館。ここではなんと地元で化石が見つかったニッポノサウルスの謎にも迫れるんですよ。それから駅直結のサンピアザ水族館は都会の真ん中にあるオアシスですね。そして忘れてはいけないのがこのエリアの魂ともいえる場所、厚別公園競技場です。この競技場には地元の人なら誰もが知っている厚別神話というものがあるんです。これはホームチームのコンサドール札幌がなぜかこの場所ではめっぽう強くて、数々のドラマチックな逆転勝利を収めてきた歴史から生まれた、一種の都市伝説みたいなものですね。でもこれ単なるジンクスじゃなくて、地域の人たちの誇りであり、コミュニティのアイデンティティの一部になってるすごく大事な文化なんです。さて、ここまで見てきた歴史、文化、そして最新の開発、これらすべてをひっくるめて、厚別区がこれからどんな未来を目指しているのか、最後に考えてみたいと思います。こうして見えてくるのは、厚別区が示している全く新しい都市モデルの姿ですよね。開拓の村で過去を大切にしながら、科学館で未来を育む。再開発もただ商業施設を作るんじゃなくて、人々の暮らしの基盤をしっかり固める。そしてアイヌ語の地名からスポーツの神話まで、地域への愛着を育む文化が深く根付いている。これら全部が丸く、つまり有機的につながって、すごく強くてしなやかな都市の生態系を作り上げているわけです。最後に皆さんにこんな問いを投げかけて、この解説を締めくくりたいと思います。
歴史をきちんとアーカイブして自然とも共存する。そして物の消費じゃなくて人の成長とか健康に投資していく。この厚別区が示しているモデルは、人口減少という日本中が抱える大きな課題に対して一つの答え、いや一つの希望にさえなり得るんじゃないでしょうか。